はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日はお家でハンドドリップをするために用意しておく器具についてお話ししていきたいと思います。まず何から揃えるもの。これは絶対に必要ですよ。であったりとか、これはあった方がいいよというものをご紹介できたらと思います。それでは早速紹介していきましょう。はい。まずはですね、ドリッパーです。これがないと始まりません。これ結構大事だと僕は思ってるんで、これは必ず必要になるものです。で、僕はいつも言ってるプラスチック製のハリオさんのドリッパーなんですけども、このドリッパーを使うにはもう一つ必要なものがあります。それが紙フィルター。紙フィルターがないとハンドドリップができません。で、このドリッパーに合ったものを使用してください。例えば、このカリタさんのドリッパーの場合だと、こういう台型の紙フィルターが必要になってきますので、そこのところを間違えないようにしていきましょう。必ず必要なものといえば、このドリッパーと紙フィルターだけでハンドドリップはできると思います。材質はプラスチックとガラス、あと陶器ですね。あと、僕はまだ持ってないんですけども、ステンレスのものもあります。こういったフィルターレス、紙フィルターのいらないフィルターなんかもあるんですけども、一番初めに買うのはおすすめできません。というのは、僕の求めている美味しいコーヒーを入れるのに違うのかなって思ってて、というのは、こういったフィルターレスって、ここの網に微粉やコーヒーの粉が詰まってしまったら、次入れるときにそのコーヒーの味に影響してしまうんじゃないかなと思うので、僕は一番初めの器具としてはおすすめはしてません。もちろんね、環境を考えて紙を使わずに使うのはものすごい素晴らしいことだと思うんですけども、できれば紙フィルターの方がいいんじゃないかなと思います。次に、さらに美味しく飲んでもらうために欲しいというものが2つあります。1つ目が細口のケトル。僕のこれは湯沸かし機能がついているケトルなんですけども、一番初めはこういった形で沸かしたお湯を中に入れて、注ぐだけのやつでも全然いいと思います。これがあるとないのでは、水の注ぐスピードっていうのはだいぶ違うので、これは僕は思ってほしいです。ハリオさんのドリッパーは特にお湯の注ぎ方でだいぶ味は変わってくるので、これはコントロールしやすいので、ぜひお買い求めください。で、さらにもう一つ準備してほしいものは、グラインダーです。なぜグラインダーを準備してほしいかというと、やはり引き立てを飲んでほしいから。引き立てと引いて時間が経ったものっていうのは、香りの強さっていうのが雲泥の差があるので、ぜひ引き立てを飲んでほしいです。もちろん、電動とかでもいいんですけども、お買い求めやすいというか、豆が均一に引ける高温式の電動と手動のやつだったら、手動のやつの方がまだお安いのかなと思うので、なので、手動式のグラインダーを買っていただけると、コーヒーの香りがより楽しめると思います。はい、次に、これもできればあった方がいいかなと思うものが3つあります。どの3つかというと、ハンドドリップ用のはかり、サーバー、スプーン。このスプーン入れるって思うんですけども、このはかりがあればいらないかもしれない。っていうのは、1すくいあたり何グラムかっていうのを大体測ることができる。大体すり切りで10グラムぐらいですよっていうのがわかるので、毎回測ってますよってのであれば、測ればいいんですけども、測るのが手間だと思う人は、この1スプーンがあると、1すくい何グラムっていうのが、大体見当がつくので。で、このハンドドリップ用の測りなんですけども、これはグラム数とタイマーっていうのが記載されるので、コーヒーってお湯の量と時間がとても大切になってきますので、同時に測れるハンドドリップ用の測りっていうのは結構僕は毎回使ってますし、外で飲むコーヒー、ハンドドリップのコーヒーっていうのも必ず使われていると思うので、より美味しさを求めるのであれば、あった方がいいと思います。最後にサーバー。私しか飲まないから、一杯ずつでこれで直接カップに入れたらいいじゃんって思われる方、ちょっと待ってください。一杯分入れてしまったら、コーヒーって初めに出る味と真ん中に出る味、最後に出る味っていうのは味が違うんですよ。なので、
かき混ぜたいんですよね。そのまま飲んでしまったら、一口目と、最後の方、味が全然違うので。で、1杯分を8割方入れてしまったら混ぜるように混ぜれない。なので、僕の場合はサーバーに入れて、で、ちゃんと混ぜて味を均一にさせてからカップに入れるという風な動作をしています。確かに洗い物も増えるし、手間じゃんって思うかもしれませんけども、美味しさを求めるのであれば、あったらいいなと思っております。はい。以上がバリスタトヨが選ぶお家でハンドドリップをするのに必要なアイテムをご紹介いたしました。まとめにいっていきたいと思います。お家でハンドドリップのコーヒーを入れるために必要なアイテムを必須アイテム、準備してほしいアイテムとあったらいいなというカテゴリー、3つのカテゴリーでご紹介させてもらいました。まず、これは必ず準備してくださいっていうのが、ドリッパーと、紙フィルターですね。これがないと、もう始まりません。なので、これは必ず用意してください。で、次に準備してほしいものが、グラインダーと細口のケトルですね。グラインダーは引き立てをぜひ飲んでほしいから、これはできれば準備してほしいです。本当は必ずに入れたいぐらい準備してほしいものです。もう香りが全然違うので、コーヒーは香りも楽しむものですからね。で、細口のケトル。細口のケトルは水のコントロールがしやすいものがいいと思います。で、なぜ水をコントロールしないといけないかというと、ドリッパーによっては、このコントロールがものすごい重要になるので、はい、というのおすすめは、ここが結構曲がっているタイプがおすすめです。続いて、あったら便利だなっていう、3つ目のカテゴリーなんですけども、ハンドドリップ用の、スケール、はかりか、こういったスプーンでもいいんですけども、コーヒーの粉や豆を一すくいして量を測ってほしいんですよ。豆の量で抽出量も濃かったり薄かったりというか、コーヒーの量が変わってくるので、できれば基準となる重さもしくは体積っていうのが必要になるので。で、最後にサーバー。これ結構意外かなと思うかもしれませんけども、入れ終わった後にちょっと回して混ぜてほしいんですね。初めに出た味と最後の方に出た味っていうのは違いが出ているので、入れる前に混ぜる動作が欲しいので、これもできれば準備してほしいものです。以上となります。これからお家でハンドドリップをするのに器具を揃える方に参考になればいいかなと思います。では、あなたもお家でも美味しいコーヒーを入れてみてください。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。